こんにちは、ミッキーです。今回は2025年下半期東京カフェベスト10です。2025年もあとわずか。今年も東京都内、新店舗から既存店舗まで数多くのカフェを巡ってきました。訪れた店舗は年間で約200軒。その中にはオープンから間もないお店もあれば、時間をかけて評価を高めてきたお店もたくさん。そんな数々の店舗から私独自の視点で印象に残った店舗を振り返っています。一重に東京といっても23区だけではなくて郊外にも魅力がある店舗がたくさんありますので幅広く選出しています。ぜひ参考にして2026年以降のカフェ巡りも充実させてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。Sometimes you gotta pray for a victory. まず第10位でご紹介しますのが2025年3月にオープンしましたカフェダンス。1923年竣工、100年以上の歴史を刻む旧第一銀行の建物をリノベーションした複合施設 K5。その1階に2025年3月に新たなカフェ、こちらカフェダンスがオープンしています。場所は東京メトロ東西線茅場町駅から徒歩5分。窓際のカウンターからは東京証券取引所を望むことができまして、街の歴史と今をゆっくりと感じながら過ごせます。ホテルの一角にありながら宿泊者以外でも気軽に利用できる空間。そんなカフェダンスのコンセプトは日常の小さなひらめきを見つけ、心躍る瞬間を届けること。丁寧に入れられたコーヒーやスイーツが特別な出来事がなくても日常を優しく彩ってくれます。店内は高い天井と広々としたレイアウトが特徴。コンクリートの壁に高い椅子が映えるスタイリッシュなデザインに観葉植物が加わり、都会の真ん中とは思えないほどリラックスできます。ご覧のようにカフェダンスさんのオリジナルアイテムの販売もあったりとか、至るところにありますアーティスティックなインテリアも注目です。今回はモーニングのタイミングで訪れてるんですけども、フラッとカフェ利用していただいた時にはアフォガードやアイスクリームなど季節のデザートもありますので、そちらをいただいてみるのもいいかもしれません。また夕方以降はカフェからバルスタイルへと変化。ナチュラルワインとタパスを中心に大人の雰囲気漂う空間に包まれていきます。そんな昼間とは一味違ったカフェダンスを楽しめるのも魅力的です。さて、こちらはこの日にいただきましたサーモンエッグベネディクトのワッフル、そしてモーニングセットです。モーニングセットにはお好みのドリンクとスープをいただくことができます。さて、メインでいただきましたサーモンエッグベネディクトワッフル。スモークサーモン、半熟卵、クリームチーズ、そしてほうれん草を乗せた食事系のワッフル。とろりとした卵とサーモンの相性が絶妙で食べ応えがあります。このモーニングセットについてくるスープはシーズナルメニューになっていまして、この日はズッキーニとバジルのスープをいただいています。ズッキーニのさっぱりさもありながらまろやかな仕上がり、バジルソースと混ぜることでその旨味も広がってきました。ちなみにこちらのモーニングセットの注文可能な時間帯は8時から11時まで。今回はスープをいただいたんですけれども、スープではなくてサラダを選ぶこともできますので、その日の気分に応じて注文していただければと思います。またモーニングセットはアレンジも可能。例えば半熟卵を1個つけていただいたりとか、オリーブオイルとソルトをつけていただくようなトッピングもできますので、プラス100円ほどかかってしまうんですけども、気になる方はこちらのトッピングを加えるのもいいかもしれません。また今回はブレンドコーヒーのアイスでいただいているんですけども、ホットコーヒーにすることもできますし、紅茶を選んでホットまたアイスでいただくこともできます。続いて第9位はポワン・エ・リーニュ東京ミッドタウン八重洲店です。東京駅直結2023年3月に東京ミッドタウン八重洲の1階にオープンしたポワン・エ・リーニュ。パンの美味しさと薪火料理の魅力を掛け合わせたベーカリー&レストランです。新丸ビルの1号店、神田スクエアの2号店、それらは過去の動画でもご紹介してるんですけども、こちらは待望の3号店として登場。カフェとしてもレストランとしてもフラッと立ち寄れるパン屋さんとしても楽しめるようなマルチな魅力を持つ一軒です。店内は自然光が3面から差し込む開放的な空間。イタリアのトゥーファ石や古い材木、黒革鉄を使ったシックで落ち着いた内装に
ショッキングピンクの壁が大胆なアクセントになっています。どこを切り取っても絵になるような空間はランチやディナータイムだけでなくてカフェタイムにもぴったり。さて、やはりポワンエリーヌといえば有機素材にこだわった香り高いハード系のパン。小麦やナッツ、ドライフルーツはもちろんのこと、保存料、添加物、卵は不使用です。日本のフードに合う独自の製法でしっとりもっちりと焼き上げたパンはパサつきのない絶妙な食感でファンも多いとのことです。さて、そんなポワンエリーヌさんで今回はディナータイムに訪問、アラカルトでいただいています。実はポワンエリーヌさんの魅力は料理だけではありません。ドリンクにもこだわりがぎっしりと詰まっています。ご覧のようなビールに加えてソムリエ厳選の100種類以上のワインも楽しめます。20種類以上のワインが楽しめるような飲み放題もありますので、お酒が得意な方はそちらを注文するのもいいかもしれません。さて、まず注文しましたのは定番のパン食べ放題。相性抜群の自家製ホイップバターも添えています。パンは温かいまま提供され、しっとりもっちりとした食感に滑らかな風味かつ豊かなホイップバターが溶け合いました。パンのおかわりはご自身でこのバケットを持っていただいて追加することもできますので、ご自身のタイミングで好きなだけ楽しんでいただきたいなと思います。さて、そんなパンの他にもいろんなメニューを注文しています。まずはこちら、イタリア産生ハムとサラミの盛り合わせ。贅沢にサラミ、そして生ハムの魅力を感じることができました。この後、徐々に様々なメインメニューをご紹介していくんですけれども、こちらの店舗では薪火料理が大きな魅力。火のぬくもりと遠赤外線で素材そのものの味を引き出したお料理は、どれも香ばしくて力強く、それでいて繊細。しっかりと食べたい日にも、軽くつまみたい日にも頼もしい存在です。さて、こちらは国産牛イチボのローストビーフ、熟成果実醤油でといったメニューです。続いては本日の鮮魚、薪火焼き、ブールノワゼットと大葉ピストゥというメニューです。本日の鮮魚に関しましては、その訪れたタイミングごとで値段も違ってきますので、ぜひ店員さんに聞いていただいて注文してみてほしいです。高級感のあるお皿に盛り付けていただいて、見た目からも気分が上がるような、そんな一品でした。そして最後は、迫力満点の岩中豚干し付きロース肉の 500g です。500g ということで、ボリューム相当あるかなと思ったんですけども、意外と食べやすくいただくことができました。見た目にも美しく、一皿一皿に香ばしさと旨味がギュッと詰まっていまして、薪火がこれまで料理を変えるのかと、まさに感動の連続でした。続いて第8位でご紹介しますのは、お茶の水駅からオーストラリア・シドニー発のスペシャリティコーヒーロースターシングロー。実は過去にオーストラリアのシドニーの店舗もご紹介していまして、他には日本橋の店舗もご紹介しています。そんな注目の店舗シングロー。私自身もシドニーでの体験がとても良かったので、この日本でも楽しめるのはとても嬉しいです。国内フラッグシップ店舗として2025年4月に神田に上陸。国内にも様々なシングローがあるんですけども、特にこだわりが強くてたくさんのメニューが提供されています。さらにフードメニューに関しましても本場さながらのメニューを提供いただけますので、そういった雰囲気含めてより現地に足を運びたくなるような、そんな空間になっています。神田淡路町の再開発エリア、おテラスタワー3階に位置し、朝の一杯、ランチ、リラックスタイム、バータイムまで楽しめるようなモダンかつコミュニティに開かれたカフェとして話題です。オフィスビルに入ってるんですけども、どなたでも気軽に利用できるようなハードカフェです。コーヒーを取り巻く全ての環境をより良くするという理念を掲げるシングロー。アップサイクルにも積極的に取り組んでいるとのことです。このおしゃれな空間デザインはシドニーのルケッティ・クレルさんによるスペースシップを思わせるような近未来インテリア。アップサイクル素材を多用したサステナブルな構成になっています。最新のコーヒーバッグや壁のアートは浮世絵からインスピレーションを受けたようなアーティストの大川のり氏が制作。コーヒーを飲んだ瞬間に広がる宇宙のような感動をテーマに、浮世絵の精神を現代の感性で再解釈したとのことです。店内はコーヒー豆直送の麻袋を再利用したオリジナルコースターのほか、廃棄プラスチックで作られたようなテーブル、フランジプライウッドという廃材を用いた椅子が並んでいます。ちなみに店内ではパソコンの使用は NG。人と人とをつなぐ場であるオーストラリアのカフェカルチャーを受け継いだこれだけの時間を贅沢に過ごすことができます。
さて、今映しています蛇口のようなコーヒーはタップコーヒー。こちらもシングルオーさんのシグネチャーと言えるような一品。新鮮なコーヒーをタップから注いでいただきまして、そのシングルオーの豆の香りとそして味わいを感じることができます。さて、ここからはメニューのご紹介。先ほどご紹介しましたタップコーヒーに関しましては、世界各地の生産者パートナーが手掛けるシングルオリジンを日帰りでご提供。スペシャリティコーヒーの魅力をダイレクトに味わえるようなライブ感があります。他には注目はフードメニュー。過去にオーストラリアのシドニーでいただいたメニューとしましては The アボショーというものがありまして、その本場の味わいをこちらでもいただくことができます。ぜひそちらの動画も参考にしていただきつつ、その The アボショーを感じてみてほしいんですけれども、そのボリュームも満点だったかなと思います。あと、日が暮れますとカフェインプラスアルコールのハイブリッドな夜のメニューをいただくこともできますので、ぜひ夜のタイミングでもこちらのシングルを訪れていただきたいなと思っています。さて、ここからはこの日に実際にいただきましたメニューのご紹介。まず手前からラテ。シングルオリジンを中心にスペシャリティコーヒーを提供いただけますので、コーヒー本来の味わいを楽しめるようなドリップコーヒーもおすすめですけれども、ラテ系のドリンクも充実。左側に映っていますテイスティングセットではカフェラテに加えましてエスプレッソショットをいただくこともできます。こちらも本場シドニーでもいただいた味なんですけれども、本場シドニーの方では3種類、こちらでは2種類を提供いただきました。さて、こちらは和牛バーガー。まさに日本らしさを象徴するようなメニューです。和牛の旨味がじんわりと伝わるようなパティに、エスプレッソが香る深いコクのバーベキューソースが絡む新感覚のバーガー。そしてこちらはマッシュルーム&柚子胡椒のトーストサンドです。香ばしく焼かれたパンに旨味たっぷりのマッシュルームと爽やかな柚子胡椒がアクセント。こちらも和なテイストでした。さて、こちらはバナナブレッドエスプレッソバター添え。バナナ風味のしっとり生地にエスプレッソが香るバターがミルキーなアクセントとして溶け合うような甘さ控えめな大人のスイーツ。単体でも満足感たっぷりなスイーツでした。こちらの和牛バーガーに関しましては、コーヒーと一緒にいただくとより味わいも深くなりますので、ぜひお試しいただきたいです。また、こちらのマッシュルーム&柚子胡椒のトーストサンドに関しましては、和と洋のバランスが抜群。食べ進めるごとに味が重なり合うような一品でした。そしてこちらバナナブレッド。やはりコーヒー店らしさを象徴するようなエスプレッソバターが添えられているところがとてもおすすめのポイントでした。この地域行ってみたいと思っても情報量が多すぎて迷うことありませんか？このチャンネルでは実際に足を運んで体験したリアルな視点から観光や施設の魅力を丁寧にご紹介していきます。観光 PR や施設紹介、店舗紹介のご相談は概要欄のリンクからお気軽にどうぞ。それではこの後の店舗紹介もぜひ楽しみにしてください。続いて第7位でご紹介しますのはプリンセスタルト吉祥寺。2025年3月のオープン以降、連日行列が絶えないようなプリンセスタルト。ご覧のようなオープンから昼過ぎまでの10時から12時頃が穴場になっています。中目黒発祥のフルーツタルトと紅茶の専門店。吉祥寺駅から吉祥寺大通り沿いに5分ほど歩くと現れる大きなガラス張りのビル。1階にタルトのイラストと店名が描かれた少しレトロな看板が目印です。さて、店内に入りますと、まず目に入りますのが映えるショーケース。マホガニー調のショーケースには季節で変わる旬のフルーツタルトが14種類ずらーっと並んでいまして、その美しさをカメラに収めようとショーケース越しに写真を撮る人もたくさんいます。白い壁を基調とした店内はショーケースと色調が統一されたブラウンのアンティーク調の家具、天井に飾られたたくさんのドライフラワーや揺らめくキャンドルの火、まるで中世のヨーロッパのヒロインが住んでそうな世界観でプリンセスタルトという店名にもぴったりです。そんなプリンセスタルトの看板メニューは季節ごとに変わります14種類の旬のフルーツタルトと18種類の紅茶。定番のタルトに加えまして赤いキウイが目に珍しいレッドキウイとマスカルポーネのタルトや、6月の父の日限定で2日間だけ登場したコーヒームースとカカオのタルトなど珍しい限定タルトの登場もありますので、インスタグラム等をチェックしつつ春夏秋冬いつ行っても楽しめるようなそんなタルトの魅力を感じてみてほしいです。さて、すべてのタルトに共通しているのはサク&しっとりとした食感が楽しめる生地の上に選び抜かれたフルーツや素材の美しいデコレーション。美しいというのはもちろん美しく見えるカットや鍋方にもこだわっています。そしてもう一つ注目なのはペアリングとしていただけるような紅茶の数々。定番のアールグレイやダージリンの他にフルーツの香りが閉じ込められたようなフレーバーティーやカモミールなどのハーブティーから選ぶことができます。
18種類もあると迷ってしまうという方のために茶葉の香りを確かめながらオーダーすることもできますので、ぜひカウンターの茶葉の香りを楽しみつつ選んでみてほしいです。そんなプリンセスタルトでこの日に注文しましたのは、とちあいかとピスタチオのナポレオンパイ。赤と緑の対照的な色合いの断面が美しく、ブラックのお皿の上に捨てられるとより華やかに映えていました。そんなタルトに今回ペアで注文しましたのはサニーピーチという紅茶。桃の香りがふわっと広がるような華やかなフレーバーティー。ポットで提供していただきますので、カップ1杯でいただいた後に2杯目もいただくことができました。さて戻りまして、こちらはとちあいかとピスタチオのナポレオンパイ。濃厚でありながら後味さっぱりのピスタチオクリームとそれを包み込むとちあいかのソースの酸味。タルトのさっくり&しっとりとした食感すべてがベストマッチでした。ぜひ様々なタルトの味を。続いて第6位では麻布十番からデュニュ・ラルテ麻布十番店のご紹介です。麻布十番の落ち着いた街並みに溶け込むように佇むパリの香りが漂うベーカリー&カフェ。素材の選定から製法まで一切の妥協を許さず、日常に特別を添えるパンをコンセプトに訪れる人の五感を満たしてくれます。店内はご覧のように洗練された空間、イートインスペースも用意されていまして、朝食や軽いランチ、カフェタイムにもぴったり。パンの香ばしい香りとともにゆったりとした時間を過ごすことができます。またテラス席もありますので、ワンチャン連れで訪れるのもおすすめです。今回ちょっと天気が良くなかったんですけれども、晴れた日には光が差し込んでとてもいい朝を迎えることができそうです。月曜日から木曜日までは9時半オープン。一方で金土日祝日に関しましては8時半からオープンしていますので、朝活にもおすすめなそんな空間です。実はこちらの店舗、2024年12月に青山本店から移転オープンして登場。個性と無個性、素材本来の香りと味わいを大切にし、生地や食材は全て無添加で安心安全を追求してご提供しています。移転前の青山で築いた確かな技術と感性を麻布十番でも継承。既存の建築美を生かしながらも新しさを織り交ぜ、地元に愛されるお店を目指しています。さて、今映していますのは数々のパン。素材はすべて自然由来。小麦、塩、イースト、そして日本全国から厳選したバターや粉を使用して毎日焼き上げています。種類としましては、クロワッサンやバゲット、デニッシュなど丁寧な手仕事が感じられるような一品一品が並んでいます。今回はパンを中心にいただいているんですけれども、サンドイッチ系やスイーツ、ドリンクメニューも豊富になっていますので、時間があまりない日のためのランチにもおすすめです。ちなみに電源や無料 Wi-Fi も完備していたので、作業向けにもおすすめなのかもしれません。ただテーブルはそれほど広いわけではないので、その点はご注意ください。またシーズナル系のメニューの提供があったりと、注目のメニューも数々登場するようだったので、インスタグラム等をチェックしつつ最新情報を手に入れてみてください。さて、ここからは数々のメニューのご紹介。まず奥に映っていますのはミルクブリューノンカフェインとピーチアメリカーノ。こちらはおそらく季節限定のメニューかと思いますので、お早めにお楽しみください。さて、こちらはマッシュルームスープとパンの盛り合わせ。芳醇な香りが立ち上る濃厚なマッシュルームスープは滑らかな口当たりと深い旨味が印象的でした。ぜひパンと一緒にいただいてみてほしいです。そしてもう一つ、ミネストローネとパンの盛り合わせも注文。こちらはたっぷりの野菜が溶け込んだ温かいミネストローネとパンの盛り合わせでした。続いてはフロマージュとクロワッサンソシソン。チーズのコクとパン生地の香ばしさが一体になったフロマージュ。そしてソーセージと大葉のサクサク感が楽しめるようなクロワッサンをいただいています。さて、こちらはシナモンロールとパンスイス。カルダモンが香る特製シナモンペーストを使ったシナモンロール。そしてスタッフ人気ナンバーワンのパンスイスをいただいています。パンスイスは甘いクリームとチョコがたっぷり挟まれた、特に焼きたてがおすすめなメニューでした。いずれも丁寧なパン作りが感じられるようなメニューになっていましたので、他のパンも食べてみたいと感じられるようなそんなお店でした。そしてもう一つ、明太フランス、そしてもう一つメロンパンも注文しています。明太フランスも大葉がアクセントになっていまして、サクサク食感のメロンパンも抜群に美味しかったです。ぜひ様々なメニューをご注文ください。続いて第5位は東銀座エリアにありますパナムクレープ・ドゥ・パリ銀座東京です。
銀座の街角に突如現れますパリの空気をそのまま運んできたような一軒パナム。直径40センチという本場サイズの大判クレープが主役の専門店です。小麦粉を使ったもちもち生地にたっぷりの具材を包み込んだ一皿はランチとしても十分なボリューム。甘いデザート系もあるんですけども、スモークチキンやチーズを使ったお食事系クレープが看板メニュー。種類も豊富なので、ぜひとも複数回訪れてほしいです。このお店の名前、パナムは、パリの人たちがその街を親しみを込めて呼ぶスラング。2025年の2月、銀座に誕生しましたこちらの店舗は、日本にいながらフランス式クレープ文化を届けたいという思いから誕生しています。実は大阪にも姉妹店があります。本場の製法、スタイル、マシンを取り入れることで、フランス人のリピーターも多い、そんな店舗です。大量の卵や良質な小麦粉、そういった素材を使いながら素材選びにも妥協がありません。外観にはエッフェル塔のパネル、店内はトリコロールカラーで統一されまして、アートやポスターが彩る空間です。カトラリーやナプキン、コースターにまでフランスらしさを追求し、まるでパリの街角にいるような気分にさせてくれます。ちょうどこの訪問時にもエミリー・イン・パリの映像が流れていたりと、パリらしさ抜群な空間になっていました。さて、こちらはクレープを作っている様子。クレープは先ほど申し上げました通り、お食事系が主役。スイーツのイメージが強いんですけれども、本場パリをイメージしてお食事系をいただくのがここではおすすめです。今回はロリジナルというメニューをいただいたんですけれども、スモークチキンやチョリソー、オリーブ、チーズがぎっしりと詰まった人気メニューとのこと。他にもミックスチーズ&ハム&エッグのラ・クラシックだったり、サーモンロワイヤルといったメニューもありまして、パリのビストロを彷彿とさせるようなラインナップが揃っています。そしてデザート系として甘い系のメニューもご提供。甘い系に関しましては、ヌテラ&バナナだったり、シュガーバターレモンなど、初行のデザートやおつまみにもぴったりなメニューになっています。また、ドリンクメニューとしては、カフェラテ、ソフトドリンクに加えまして、ワインやカクテルなどのアルコール類もご用意。昼間から夜まで幅広い楽しみ方ができるのもパナムさんならではのスタイルです。そして提供される際にはクレープのホルダーをお皿の上に盛り付けて提供してくれるんですけれども、押さえておきたいのは食べ方。本場パリではクレープは基本的に手で添えながら食べるスタイルということだったので、お皿でナイフとフォークで食べることもできるんですけども、ぜひとも本場のスタイルでいただいてみてほしいです。ちなみにこのメニュー表に書かれています星印はシェフのおすすめ度。迷った時には星の数が多いメニューを頼めば間違いなさそうです。さて、そんな中、この日はロリジナルというクレープをいただきつつ、アイスラテをセットでいただいています。まず驚いたのがそのサイズ感。直径 40cm のクレープは重量感抜群です。また、もちもちの生地に包まれているのは塩気のあるスモークチキン、ピリ辛のチョリソー、炒めた野菜、たっぷりのチーズ。それぞれの具材がバターの風味とともに溶け合って、口いっぱいにパリの味が広がっていきます。そんなクレープをいただきつつ、パリの空気をまとった体験型の店舗。土日は特に混雑するようなので、なるべく時間に余裕を持って訪れてみてほしいです。続いて第4位はペップカフェバーラウンジ。立川の空を独り占め、大人の感性に寄り添う隠れ家的なバーです。立川駅南口からすぐの話題のグルメビルジェムス立川の最上階にあるペップカフェバーラウンジ。過去にジェムス立川の中のお店で韓国料理店のヌルンジをご紹介しているんですけれども、その建物の最上階にあるお店になっています。昼はカフェ、夜はバー、どちらの顔を持つオールデイラウンジがこちらペップ。日常のリズムにペップをというコンセプトのもと、大人のための癒しスポットを展開しています。ここではただ食べて飲むだけではない、空間ごと味わう時間が待っています。店内に一歩足を踏み入れますと、耳に心地よく響くのは大きなスピーカーから時間帯で変化する音楽たち。照明は暖かく落ち着いた間接光に包まれています。ご覧のようにまるで静かなリゾートのようにゆったりとした空間。テラス席では立川の街を一望する夜景を見ながら夜風を感じてくつろぐこともできます。さて、ペップ最大の魅力はここでしか味わえないようなオリジナルカクテルの数々。今回は昼間に訪れていますので注文してないんですけれども、ディナータイムに訪れる際にはぜひそんなオリジナルカクテルを注文してみてほしいです。
さて、この日に注文しましたのはカフェリオの際にいただきましたプレフィックスセット。こちらは過去にご紹介しています系列の新宿モアザンベーカリーさんのカンパーニュを使った一品。サクサクの BLT サンドに季節のフルーツサラダ、スープ、そしてドリンクがセットになったメニューです。特にこのフルーツサラダに含まれている桃がとてもみずみずしく美味しかったので、個人的にはこの桃の季節の間にもう一回リピートしたいと思えるような一品でした。さらにセットでいただきましたコーヒーに関しましては、中目黒カフェファソンさんとプロデュースしたオリジナルのハンドドリップコーヒー。香り高く程よい苦味の美味しい一杯になっていました。気張らずに過ごせるけれども、どこか洗練された空気をまとった場所。おそらく立川の店舗の中でもまだ知名度が少し低いからこそ、今のうちに訪れてご自身のゆったりとした大人時間を過ごすために利用してみてほしいです。ちなみにカクテルがおすすめと申し上げたんですけれども、ソフトドリンクも充実していますので、お酒が苦手な方でも一緒に楽しめるかもしれません。続いて第3位は、神保町と水道橋の間にある隠れ家。路地裏に灯る静けさと甘さの贅沢を堪能できますお店です。都会の喧騒を忘れ、ほっと一息つける隠れ家的なカフェ。ビルが立ち並ぶ東京神保町の一角、路地を一本入ったところに、ふんわりと明かりを灯すカフェがトロワバグベールです。ネルドリップで入れるこだわりのコーヒーと焼きたてのクレープをゆったりと楽しめるような小さな癒しの空間。店名からも連想できるんですけども、どこか南フランスの避暑地を思わせるような店構えと、静かで優しい時間の流れが魅力の都会のオアシスです。読みかけの本を片手に一人で訪れても誰にも気を使わずにくつろげる、そんな大人の居場所になりそうな場所でもあります。実はここ、昭和レトロ喫茶カフェトロワバグの精神を受け継ぐ2号店。過去にトロワバグさんもご紹介してるんですけども、こちらはまた違った雰囲気でとても素敵な空間でした。創業から間もなく50年を迎える老舗カフェトロワバグの姉妹店として2020年6月にオープンしています。レトロとナチュラルが溶け合うような絵本の中のような世界。外観は黄色の窓枠に白いドア、そしてどっか懐かしいような黄色い壁が印象的です。店内はアンティークの家具やランプに彩られ、優しい光がふんわりと空間を包み込んでくれます。そんなトロワバグベールさんでいただいたのは、人気ナンバー1のスイーツ系クレープ、クレーププリンアラモード、そしてカフェオレのセットです。クレープはもちもちの生地で自家製プリンを丸ごと包んだような贅沢な一品。しっかりとした苦味のある自家製カラメルソースがプリンの優しい甘さを引き立てて、コーヒーとの相性も抜群。トロファー食感のプリンと熱々のクレープ生地の温度差もまた楽しかったです。一緒に頼んだカフェオレはまろやかでいて芯のあるような味わい。特にミルクが抜群に美味しく、冗談抜きでこれまで飲んだカフェオレの中でもナンバーワンだと感じられるほどでした。今回いただいたクレーププリンアラモード以外にも、全粒粉入りのもちもちのクレープは魅力的。本店で評判のグラタントーストにヒントを得たと言いますとろーりトマトグラタンクレープはランチにもおすすめなので、もしランチタイムに訪れる機会がありましたら、そちらのお食事系のクレープもいただいてみてほしいです。静かな方にふさわしい優しい一杯をこちらで堪能してください。続いて第2位は、日本橋駅の近くからボンゲンコーヒー日本橋。盆栽とコーヒーが出会う和モダンな癒しの空間です。2025年の4月に新しくオープンしましたこちらボンゲンコーヒーの日本橋店。かつて銀座店がテイクアウト専門だったんですけれども、日本橋店は広々としたイートインスペースでゆったりと和の美しさに浸りながらコーヒーを楽しめるお店です。過去の動画で銀座の店もご紹介していまして、そちらもとても素敵な空間になっていますので、よかったらそちらも見てみてほしいです。お店のシンボルは店主さんが愛してやまない盆栽。入り口には立派な盆栽が鎮座し、これまで樹齢200年を超える貴重な盆栽が飾られたこともあるようです。状態のいい盆栽を楽しんでほしいと2週間ごとに入れ替えていますので、訪れるたびに違った表情を見せてくれるのも楽しみの一つです。店内は能楽堂や茶室を思わせるような和の衣装が随所に散りばめられています。日本人の私たちでもなかなか触れる機会の少ない焼き杉や格天井、金継ぎ風の床など細部にまでこだわりを感じることができます。木のぬくもりと自然素材に包まれながら
心を落ち着かせてコーヒーを味わえる、まさに日本美とコーヒーの文化の融合と言えるような空間です。そしてコーヒーは常時17種類ほどをラインナップ。自家焙煎で仕上げるオリジナルブレンドはエチオピア、コロンビア、ホンジュラスの豆を使った浅入りでフルーティーさと飲み応えを兼ね備えています。おすすめはラテリッチとアイス抹茶エスプレッソラテ。ラテリッチというのは名前のごとくエスプレッソを通常の 2.5 倍から3倍使っているようなリッチな深み。濃厚ながら苦味が少なくコーヒー好きにはたまらない一杯になっています。さらに抹茶エスプレッソラテはこの後も注文した様子をご紹介しますのでぜひ確認してみてほしいです。またドリンクと楽しみたいフードメニューは日本橋店限定の和スイーツとおにぎり。おにぎりは白米にこだわった塩おむすびや焦がし味噌焼きむすび、松の形をした抹茶エスプレッソ和菓子、鯛の形をしたもなかなど見た目からも心惹かれるようなラインナップです。この日はだるま餅あんこうなかを注文してるんですけども他にも気になるものがたくさんありました。さてこちらが今回いただきました抹茶ラテプラスエスプレッソ、そしてだるま餅あんこうなかです。抹茶エスプレッソラテは鹿児島県産の最高級抹茶を一服ずつ丁寧に立てて仕上げる特別感のあるドリンク。抹茶のまろやかさとコーヒーの香ばしさが重なり合って奥行きのある味わいでした。加えてこちらだるまの形をしたもなかは見た目の可愛らしさに惹かれて選びました。サクッとした皮とたっぷり詰まったあんこが相性抜群。ほっとする甘さに癒されるようなそんなスイーツになっていました。そんな盆源コーヒー日本橋はただコーヒーを飲むだけではなくて盆栽や和の空間に包まれて心を落ち着けるような場所。日本人にとっても改めて和の美しさを感じられるような特別なひとときを過ごすことができます。そして第1位は蔵前から憩い。2024年2月、浅草橋のおかず横丁近くにオープンした憩い。小道具店とカフェが一つになったユニークな店舗です。ものづくりの街として知られています勝倉エリア。御徒町から蔵前エリアのことを指していまして、御徒町の勝、蔵前の蔵が合わさっています。そんな昔からの地場産業が盛んで職人が多く住んでいる地域だからこそこういった店舗も誕生するのかもしれません。築数十年の長屋をリノベーションした店内は店主さんがセレクトした器や家具に囲まれまして都会の喧騒を忘れさせてくれるような特別なひとときを演出してくれます。1階は小道具や作家さんの器、革製品を扱うスペース。靴を脱ぎまして階段を上がりますと2階には畳敷きとアンティーク家具に彩られたカフェ空間が広がります。まるでおじいちゃんやおばあちゃんの家を訪れたような懐かしさ。自然と肩の力が抜けて時間の流れがゆったりと感じられます。注文を待つひとときさえ心地よく過ごせるような空間が作られています。ドリンクはハンドドリップコーヒーやカフェラテ、ハーブティーやオレンジジュースなど定番の他にユニークなメニューもございます。この日いただきましたレモンアイスコーヒーもとても気になる一杯でございました。加えてフードメニューはプリンや旬のフルーツを使った自家製スイーツが大人気。とろけるような口どけと果物の甘さが魅力のフォンテーヌブロー、ウーロン茶クリームと黒糖を組み合わせたようなシフォンケーキ、さらに野菜の甘みを凝縮したベジタブルスパイスカレーやアボカドトーストなどの軽食も充実していました。店内の商品を眺めながらゆっくりと時間を過ごすのにもおすすめな空間ですし、先ほどの2階の空間でお一人様の時間を過ごすのにもおすすめな空間でございました。浅草エリアから少し足を運んで過ごすことができますので、もう少し気温が下がって秋になって過ごしやすい時間になってきたらこちらのお店ぜひとも訪れてみてほしいです。さてこちらは先ほどちょっと触れましたレモンアイスコーヒーとお食事でいただきました全粒粉ロングパン、加えて桃とアールグレイ紅茶のケーキです。まずこちらの桃とアールグレイ紅茶のケーキ、ふんわり軽い生地にアールグレイの香りが広がり、ジューシーな桃との相性も抜群でした。手前に映していますのは香ばしいパンにジューシーなソーセージを挟んだホットドッグ。シンプルながら満足感たっぷりでした。そしてもう一つはレモンアイスコーヒー。自家製のレモンの蜂蜜漬けとマイルドに入れたアイスコーヒーの相性が抜群。夏にぴったりな一杯をいただくことができました。パンのサイズが小さい小ぶりなサイズのホットドッグをいただくこともできますので、おやつとしていただきたい方はそちらを注文するのもいいかもしれません。
小道具に囲まれ懐かしく暖かな空間で日常を少しスローダウンさせてくれるような場所になっていますので、ぜひお一人様時間や友達とのひとときにご活用ください。2025年も様々な店舗を巡ってきました。アフタートークでは私が思ういいカフェの基準について語っていきます。今回ご紹介した店舗は新鮮な店舗もありながら2025年に誕生したばかりの店舗も多かったです。飲食店を始めることはとても難しいと思っているんですけれども、こうやってたくさんの店舗が生まれていてメニューも豊富にあるからこそ、そのノウハウを事前に研究してそのこだわりを詰めて展開しているようなお店が多いように感じました。また来年も様々な魅力あふれる店舗をご紹介していこうと思いますので、皆さんももしすでに誕生している店舗で気になる店舗などありましたらコメント欄で教えてください。さて、ここからはアフタートーク。私が思ういいカフェの基準についてです。やはり私の中では店舗を訪れて少しでも気分が前向きになるカフェがいいカフェだと思っています。特に今回ご紹介した店舗が後半に行くにつれてお店を訪問した時の店員さんの接客だったりがとても素晴らしいなと思っていて、映像の中ではどうしてもご飯だったりとかその雰囲気しかお伝えできないんですけども、ぜひ訪問していただいてその店員さんとの会話のキャッチボールも楽しんでみてほしいです。多様なライフスタイルが充実してきていますけれども、やはりカフェの時間に関しましては足を運んで実体験するからこそ意味があると思っています。その中の一つの要素としましては、やはり接客してくれる店員さんの姿があるかと思いますので、私が紹介するカフェの中ではそういった部分を大事にしています。もし味だけでよければお取り寄せだったりとかテイクアウトでも十分なんですけども、訪れることでそういった会話だったりとか、会話には現れないようなホスピタリティ、居心地の良さ、そして味わいが詰まっているからこそカフェに行きたいなと思えるなと思っています。皆さんの中でもいいカフェの基準ありましたらコメント欄の方で教えてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。